こんにちは、かよです。今日も新しいところへ来ちゃいました。今回で30日間チャレンジの25日目かなになります。あといつからと思うと涙が出てきそうになりますけれども、感慨深い。今日はね、何のお話にしましょうかって考えてて、初心マインドで一日を過ごすという内容でね、お送りしていこうかなと思っています。これ私のポッドキャストでも以前お伝えしてました。でね、ポッドキャストを聞いたことのない方もいらっしゃると思うので、私がお伝えしていたことも絡めながら、新しくね、自分が気づいたことをまたあなたとシェアしていきます。で、私たちってね、いつも同じような思考とかルート、ものの受け取り方をほとんどの方が繰り返してるんですよ。で、いつもこういった思考をたどることで、新しいものをね、あなたの人生の中に取り入れることが少なくなってきがちなんですよ。自分がやり慣れているものとか行ったことある場所にばかりどうしてもね行きがちになるので、私たちは思考とか行動とかをねどうしても繰り返しがちになるんですよ。だけど私たちの身の回りには新しいものを探そうと思えば常にそこにあるんですよ。たとえね、毎日通る道が同じだったとしても、一日一日違うものが必ずあるはずなんです。で、例えば今日私が行っている公園とか、この場所もそうですけど、冬は葉が全部落ちて春になればまた緑がね戻ってくるんです。で、今はその緑から葉がオレンジや黄色になっているんですよ。でね、なんとなくいつも通る道をね無意識に歩くんじゃなくって、いつもだったらなんとなく通る道もあなたがその中から新しいものを見つけようとすることで、こういった面もあるんだっていうのが気づきやすくなるんですね。で、先ほどお伝えしたように私たちは同じ思考とかものの受け取り方、行動、行く場所とかにね、これねいつも同じになっちゃうんですよ。だから今お伝えしたように、いつも自分が通っている道の中から新しいものを一つだけでも見つけてみようと思って自分で探しに行くんです。自分から探す。で、一つ一つの葉っぱを見ていると何一つとして同じものはないんです。これにあなたが気づけた時、なんで私こういうことに気づかなかったんだろうって感じるんですよ。これはもうどうしても人間がやってしまいがちなこと。この日々繰り返している行為や言動は同じ道をねどうしてもたどってしまいがちになるんですよ。でもここからあなたが目にしたことのないもの、聞いたことのないものを自分の意思を使って探しに行くことで、毎日がね同じじゃないんだっていうのが分かってくるんです。でプラス脳もいつもね一緒の道ばっかり通っているとだんだんね刺激がやっぱりなくなってくるんですよ。なので自分で新しい回路、脳の中の神経回路をね作ってあげて、いろんな発見を自分自身で探していくことで脳の活性化にもつながっていくんですよ。でこれをもしね人に例えてみると、もしあなたが毎日行く職場でね、同僚の方って毎回同じじゃないですか。でいつもねなんとなく会話をするんじゃなくって、この人の違うところを今日は一つ見つけてみようと思いながら会話をするんですよ。今日はちょっと肌がツヤツヤしてるなとか、ピアスがいつもと違うようなものをしてるとかね、一つその人の今日は違うなっていうところを探そうという意思を持って接するんです。であとは同じような人たちと絡んでしまうと。でね、いつも同じような会話ばっかりしてると人から同じような会話をされる時があると思うんですよ。でそういう時にその話聞いたことあるってね、私もたまに言っちゃうんですけど、聞いたことあるとしても自分がね違う質問を投げかければその人からいつもとは違うような返事も返ってくる可能性もあるわけですよ。
でどうしても私たちっていうのは聞いたことあるような情報が耳から入ってくると、もう私それ聞いたことあるとかね、見たことあるとか、そこでジャーンとねこうシャットダウンしちゃうんですよ。もしかしてその先にねあなたの受け答え次第で違う発見があるかもしれないんですよ。じゃあ今回はね異なった視点からこの物事を見てみよう、聞いてみよう、情報を受け取ってみようと、あなたのマインドを変えてあげることで、自分が予想もしてなかった答えとかね、私これ欲しかったんだっていうなんかためになる情報が入ってくるかもしれないんですよ。あとはね、あげればちょっとキリがないんですけど、あとはね、買い物とかもそうですよ。食料品を買いに行く時とかって結局同じお店に行ったりしませんか？私もね、やっぱ行っちゃいますよね。それが楽なんだもんって思うんでしょ。これがあれなんですよ、楽なんだもんがもう脳がね考えなくても買い物できちゃうパターンに陥りがちなんです。どういう意味かっていうと、食料品をいつも同じ場所で買っているとどこに何があるのかっていうのがもう自分で分かってるんですよ。ね、だからあまり考えなくても体がね勝手に動くんです。行ったことのないお店に行くとどこに何があるのかわからないじゃないですか。でもこれがいい脳の運動になるわけなんですよ。で、ここにこれがあるんだとか、あれっていつも行ってるお店はここにあるのに今回のお店はないぞとか言いながら自分でね試行錯誤しながら探すんですよ。これがねいいんですよ。脳の良い本当ね刺激になるんですよ。だから自分でねいつもやりがちな行動パターン、思考、あと物のね自分がどのように物事に反応するのか、これを毎回同じようになりがちなんだけど、じゃあ自分で違う、たまにはね自分で違う方向に持っていってあげて、視点を変えたり新しい場所に行ったりして、こういうのもあるんだとか、どうせ何なんだろうなと、私これ知ってるもんとかね、そこであなたのねもうマインドをシャットダウンするんじゃなくて、そこでね違う角度から質問を投げかけたりすることでまたね新しい情報があなたの中に入ってくるかもしれないんです。どうしてもね、繰り返してしまうこのパターンをあなたの意思を使っていろんなものをね探しに行くんですよ。そうすると、ね、思ってもみなかった発見があるんです。こういう感じでいつもね初心マインドで一日を過ごして、今日は何を発見しようかなという冒険心を持って一日を過ごしてみるんです。こうやって毎日ね私たちは生かされています。でこの生きている間、あなたにとっていろんな体験をしてほしいと私は思っています。体や心がちゃんと正常に機能してくれていることで、いろんなところに足を運べること、ね、行けることに感謝してるんです。ですので命ある限りね自分が行けるとこ、やりたいこと、いろんなね経験をさせてあげて、毎日の中に一つでも新しい発見をねしていくようにしましょうよ。ということで今日は25日目終わりにしたいと思います。それでは最後までご覧になっていただきありがとうございました。今日もあなたのスマイルマイルがたまりますように。また次回に。チャオ。